皆さんこんにちは。最近なんだか疲れやすくなったとかですね、脂肪が落ちにくいとかね、ぐっすり眠れないとか、そんな悩みはありませんか？実はそれ、加齢に伴う非成長ホルモン、別名 HGH の低下、いわゆるね、ソマトポーズが原因かもしれません。HGH は思春期をピークに30代以降は10年ごとに 15% も減少するというふうに言われます。55歳頃になるとピーク時の約6分の1まで落ち込んでしまいます。これが筋肉の減少や内臓脂肪の増加といった老化現象を引き起こす大きな要因なんです。じゃあ美容クリニックで HGH 注射打てますから打てばいいじゃないかと思うかもしれません。健康な方が合成ホルモンを投与するのはむくみや糖尿病リスクなど副作用が大きいんです。現在の医学界では推奨されていません。そこで今日は薬に頼らず私たちの体が本来持っている力を引き出して自然な方法で HGH を増やす方法をお伝えします。ベースとなるのは睡眠、そして運動、そして栄養、そして民族植物学の立場から植物の力、酵素の力についてもお話ししたいと思います。まずどんな素晴らしい栄養をとってもこれがないと始まりません。HGH 分泌の絶対的な大前提、それは睡眠と運動です。一つ目は質の高い睡眠。HGH は1日の分泌量の70から 80% が夜間の深い睡眠に集中して分泌されるというふうに言われています。特に入眠直後の90分が最大のチャンスです。寝る直前の食事やお酒はインスリンを出して HGH にブレーキをかけてしまうので、もう NG ですね。インスリンって HGH のブレーキなんですよね。空腹状態で寝ることでインシュリン値が下がって HGH が爆発的に分泌される完璧な環境が作られます。16時間ダイエットがね、良いというふうによく言われますよね。断食が良いというふうに言われます。実は寝る前の食事を控えるだけでも16時間空けなくても同じほど健康効果があるとも言われているんです。睡眠の質、そして寝る前の食事、気をつけてください。2つ目は強度の高い運動です。ゆっくりと散歩、ね、健康にいいですよね。でも HGH がドバドバ分泌するかというとそうでもありません。だらだらとした運動ではなくて、乳酸が溜まるような息の上がる運動が必要です。短い休憩で行うスクワットや筋トレ、30秒全力で動く高強度インターバルトレーニング HIIT などが効果的です。田畑式トレーニングは基本20秒間運動して10秒間休む。それを8セット4分間やるということなんですが、このような運動が必要なんです。高い強度が必要になってきます。筋肉がきついと感じるそのストレスが脳に HGH を出させる強力なスイッチになるんですね。睡眠と運動というアクセルをね、しっかり踏んだ次は体内環境を整えましょう。まずは HGH の材料となるタンパク質、アミノ酸です。特にアルギニンというアミノ酸は材料になるだけではありません。HGH にブレーキをかけるホルモンです。ソマトスタチンの働きを抑えてくれます。で、ソマトスタチンがあると刺激があっても HGH は作られなくなるんですね。アルギニンがその枷を外してくれます。アルギニンは大豆、お肉、魚、ナッツ、そして卵、ヨーグルトなど乳製品に含まれます。そしてミネラルも大切です。インスリンの感受性を高めて HGH 分泌の邪魔をなくすのがクロムというミネラルです。そして HGH を正常に動かすためのエンジンオイルのような役割をするのがセレンというミネラルです。ただしセレンは取りすぎると逆に HGH の働きをストップさせてしまいます。ですからサプリで大量に取るのではなくて、魚や肉など手段の食事から自然に補うことも重要です。ちなみにクロムはですね、ブロッコリーとかですね、全粒粉の穀物であったりとか、魚、お肉、椎茸、小松菜、トマト、じゃがいも、ナッツ、そして卵に多く含まれます。セレンはレバーとかね、マグロ、カツオ、カキ、ホタテ、魚卵、卵、ブラジルナッツとかね、かぼちゃの種などに多く含まれています。さて、ここからが今日一番面白く、そして私の植物好きとしてね、私の本題です。
で、このソマトスタチンというホルモンが出てきましたよね。ソマトスタチンは HGH 分泌のブレーキと言いました。次に登場する酵素が DPP4 です。で、皆さんはこの DPP4 という酵素を聞いたことがありますか？ DPP4 阻害薬はですね、糖尿病の薬になっていますので、医療従事者はご存知だと思います。GHRH というホルモンがこの HGH 分泌のスイッチなんですね。私たちの脳が HGH を出せというスイッチ GHRH を押して、この DPP4 という酵素がですね、多いとわずか6分でそのスイッチをチョキチョキと切り刻んで壊してしまうんです。DPP4 はいわば HGH 分泌の悪魔のハサミですね。これがあるとよくありません。しかも内臓脂肪が増えるとこの DPP4 が増えてしまいます。悪循環が来てしまいます。つまり HGH を増やすにはこの DPP4 の働きをいかにブロックするかが重要になってくるわけです。ここで登場するのが大自然が育んだ植物の力です。それぞれの植物が持つ特有の成分や優れた還元力が私たちの体をサポートしてくれます。これらを組み合わせることで信じられないような相乗効果、シナジーが生まれることが最近の知見で分かっています。例えばクルクミン、ブドウ種子、ブルーベリー、緑茶、ノニ。熱帯地域で古くから人々の健康を支えてきたノニをはじめ、こういった植物にはもともとこの DPP4 の阻害作用があるんですね。ノニは 72%、グレープシードが大体 82%、緑茶が 83% あります。クルクミンで 21% あるし、ブルーベリーでも 34% あります。で、これらを特定の組み合わせでブレンドしてくると、なんと HGH のスイッチを壊す DPP4 の働きを96から 99.9% も阻害するという驚きのデータがあるんです。単体の成分テストから予想される効果を30から 50% も上回る数値です。相乗効果を発揮させれば少ない量で、大量に食事を取らなくても効果的ですね。植物同士が手を取り合って生まれた、計算を超えたパワーになります。単体が大量に取る必要がないんですね。少ない濃度で強力に HGH の分泌ポテンシャルを高めてくれるわけです。ちなみにこちらは特許を取得している特別な技術です。さあ、いかがでしたでしょうか？ HGH 成長ホルモンを自然に増やすための黄金ルール。それは質の高い睡眠と強度の高い運動をベースにすることが一番です。その上で内臓脂肪を減らして、タンパク質やクロムやセレンといったミネラルを食事から取り、さらに緑茶やベリーやウコンといった伝統的なハーブを取り入れて DPP4 の邪魔を防ぐ。合成ホルモンに頼るのではなく、日々の生活習慣と植物の力でいつまでも若々しく、活力ある体を保っていきましょう。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。